蜂蜜を食べるウルススにナタリーはゆっくりと近づき斧を振り下ろした。でもウルススは蜂蜜を食べるかしら。ちょうどウルススにまつわる任務がありましたわ。では確かめに参りましょう。本当の世界とは何かこの目で見てみませんと。反応はなし。冒険を始めます。ショーの始まりです。無意味な演技はやめましょう。油断はしません。収集完了。やっぱり蜂蜜を食べなかったですわね。イグレット、昔は役者でしたが今は冒険家です。指揮官、今度こそ一緒に未知なる世界を冒険しましょう。デザートイーグルがイグレッタという名前でドルフロニに帰ってきます。もともとはアイドルコンセプトの人形でしたが、エルモ号にはアイドルが多いからなのか、西部劇風の冒険家へとイメージチェンジしましたね。イグレッタは氷属性のアタッカーです。敵と近距離で戦うタフなスキル構成を持っています。公開された PV とスキル情報をもとにイグレッタを簡単に見ていきたいと思います。公式翻訳がないため人形名を含め固有名詞は火訳するか省略しています。誤訳の可能性もありますのでご了承ください。また実装前にはわからない部分もあるためそちらは実装後に確認します。そういえば前回の PV 初見動画は少し詳しく見すぎた気がするので今回は前より少しシンプルに見ていこうと思います。詳しい内容は実装後に。まずはスキル構成全体のコンセプトから見ていきましょう。イグレッタは SP を持たず代わりに専用リソースを使用します。専用リソースは弾薬のようなものだと考えれば良さそうです。またモード切り替えがありそれに応じて通常攻撃も変化します。ここでは仮に攻撃モード、防御モードと呼びます。さらに攻撃スキルは敵の死亡時発動効果を無効化します。それではパッシブを見ていきましょう。まずイグレッタは敵との距離が遠いとダメージが低下します。ただし敵が制御状態、凍結状態、麻痺状態のいずれかにある場合または大型ユニットの場合このペナルティは無効になります。防御モードでは近くの敵に待ち伏せ攻撃を行い HP を回復します。防御モードでの待ち伏せ攻撃と攻撃モードでの通常攻撃を使用した際に専用リソースを獲得します。スキルで専用リソースを消費するとバフを獲得し徐々に強くなっていきます。4スタック以上になると攻撃モードの通常攻撃がウルトの効果を持つようになります。そして防御モードでは待ち伏せ攻撃によって HP と専用リソースを回復し攻撃モードでは専用リソースを消費して大きなダメージを与えます。このモードはスキル1で切り替えられます。基本的にはターン開始時に防御モードとなりスキルを使用すると攻撃モードになります。攻撃モードでは攻撃力が上昇、防御モードでは移動力が上昇し受けるダメージが減少します。また防御モードにはパッシブで紹介した待ち伏せ攻撃と専用リソースの獲得があります。そしてそれぞれのモードに応じて通常攻撃が変化します。イグレッタの通常攻撃は氷属性ダメージです。
攻撃モードの通常攻撃は専用リソースを消費する代わりに威力が高く、防御モードの通常攻撃では HP を回復します。スキルには移動後に近くの敵へダメージを与えるスキルです。さらに周囲の敵に特殊挑発を付与します。この特殊挑発はその敵がイブレッタに与える最初のダメージを軽減し、通常攻撃の射程も短縮します。ウルトは高いダメージを与える単体攻撃スキルです。専用リソースを全て消費し、消費量が多いほど様々なダメージ関連バフが追加されます。スキル構成を見る限り、敵と近距離で戦うアタッカーのようです。遠距離でのダメージ低下ペナルティがあるため、通常戦では氷、点編成でしか使えなさそうですね。スキル2で敵陣深くへ入り込んで特殊挑発を付与し、防御モードへ切り替えて耐えながら待ち伏せ攻撃で敵を処理する形になるでしょう。特殊挑発が敵の射程を短縮し、近くまで寄せる形になりますが、イブレッタは敵の死亡時発動効果を無効化するため、比較的安全に処理できそうです。こうして防御モードで専用リソースをため、攻撃モードで通常攻撃やウルトを使って大きなダメージを与える形ですね。これを見る限り、イブレッタはボス戦よりも再起回廊の環境に適した人形に見えます。ロベラがボス戦以外の環境ではやや使いにくかったため、それを補うためなのかもしれません。スキンは前作のドレススキンが復刻します。パーツはなさそうですね。マキアートに二次上位キーが追加されます。効果の詳細は公開されていませんが、かなり大幅なダメージ強化がありそうですね。さらに高台を生成し、反撃後にはカエルが使っていた氷の玉を作り出します。これ、敵として相手にした時はかなり厄介なスキルでしたね。イブレッタと相性が良いと言及されていたので、再起回廊ではイブレッタ+マキアートの組み合わせを使ってほしいようです。桜はダメージと使い勝手が改善されます。スキル1でジャンプした後に追加移動ができるようになり、ポジショニングが楽になります。さらに自身のダメージ強化と熱伝導の獲得量上昇があります。おそらく無難なダメージ強化系の上位キーに見えますね。現在の先行版では非連に新しい人形がいないため、グローバル版と同じ状況ですが、次の非属性人形が実装されるまで火力を補うことができそうです。次の人形は新しい人形と関係があり、多くの人が待っていた人形だそうです。おそらくクロー MDR ではないかと思います。そろそろ来ても良い頃ですね。そして刀の人形には新スキルが追加されるそうです。すでに共通シナジーキーワードがありましたが、さらにサポートが追加されますね。今回のグローバル版におけるセクスタンスバージョンの復刻対象が全て刀の人形であることを考えると、何かと刀編成がかなりプッシュされているようです。そしてダークゾーンの改善は非公開テストを終えたとのことで、10月頃にリリースされる予定だそうです。時間がかかったわけ、面白いモードとして仕上がっていてほしいですね。以上、イブレッタのベイラン島情報まとめ動画でした。ありがとうございました。